礎から応用までじっくり学ぶ ECS ファーゲートを利用したコンテナ環境の構築と題しまして、私、梶からご説明させていただきます。対象となる方なんですけども、EC2、RDS と AWS 利用経験があってですね、これから AWS 環境に Docker コンテナを構築したいですとか、急に Docker コンテナ環境を AWS に構築しなければならない人が、に見ていただければ、どんな感じで構築できるのかっていうのを掴んでいただいて、ちょっと試していただけるっていった内容になっています。今日お話しすることなんですけども、なぜコンテナなのか、なぜ ECS ファーゲートなのかっていうところと、それに付随する AWS コンテナ関連サービスですね、についてご説明した後、必要となる単語ですね。ECS ファーゲートを利用する上で必要となる単語についてご説明した後、実際構築して分かったファーゲートのあるあるですね。なんかをご説明した後、最後応用についてご説明して、最後まとめとなります。はい、私の最近2年間なんですけども、まずちょっと弊社の事例になりまして、株式会社リトルママ様っていうお客様で ECS ファーゲートの構築のご要望いただいて、実際に構築はお客様がやったんですけども、そこに対する構築の支援だったり、構築方法のコンサルティングなんかを私の方でやらさせていただきました。で当時、この事例のメインとしては、この DevOps なので、デプロイ周りを中心とした、お話の事例になってますけども、インフラ側の方の、コンサルティングの対応をさせていただいてまして、そちらの方を私の方でやっていました。でその他にも、ECS ファーゲートを利用した、以下のような案件やってますというところで、雑誌の公式のウェブサイトであったり、今もちょっとやってるんですけど、特定の業界向けの情報システムですね、の環境の、コンサルティングとか構築なんかも、継続してやらさせていただいています。なぜコンテナなのかっていうところなんですが、コンテナのメリットとしては、場所を選ばず動作できますっていうので、先ほどの PC ですとか、複数のクラウド上であったり、OS の依存度を減らしたり、移植しやすいっていうのがメリットとしてあります。あと、開発環境の構築もコードベースで実施できたり、既存環境に影響を与えず、新しい環境を利用できたり、相乗りですね、なんかの検討の時もだいぶ楽になるかなと思います。であと、開発環境と本番環境の差異が、局所化できるっていったメリットがあります。で、コンテナとはっていうところなんですが、先ほど、亀田さんの方にも資料でも一部ちょっと出てきましたが、サーバーのリソース確保して、アプリケーションを動作させる箱のようなものとなります。アプリケーションを起動するために必要なライブラリなどをまとめて、ホスト OS 内で隔離して動かす。そしてサーバーのように震わせるといったものになります。なので、仮想マシン、VMware とか Hyper-V とか、ハイパーバイザー型とは異なって、先ほど起動時にインターフェースとか CPU とかメモリの情報を確認したりっていうところが普通にハイパーバイザーだと必要になってくるんですけど、そこら辺がいらなくなるっていったところで、起動が若干早いですと。コンテナの方が早いってところですね。ただ、プロセスみたいな形で動作するので、ログファイルですとか、処理を行った成果物はコンテナの外に保存する必要が出てきます。詳しいお話はこちらのブログにありますので、後ほどご参照ください。また、これからコンテナ環境を構築したいとかっていう要望に対して、読んでおいた方が資料があります。それが、ブラックベルトオンラインセミナーの、これから始めるコンテナワークロードっていった資料になります。こちら、いい資料なので、ぜひ読んでおいた方が良いと思います。もう一つ読んでおきたい資料があります。12ファクターアップということで、ヘロクの人が書いたウェブアプリ開発のベストプラクティスになります。でそれの AWS 向けのドキュメントもあります。こちらも合わせて読んでおいた方が良いと思います。次に、なぜ ECS ファーゲートを利用するかっていうところなんですが、どこでコンテナを動かすのかっていうところで、EC2 に Docker インストールするだけで、実際に Docker 環境は構築して動かすことは簡単にできます。ただ、自動的にスケーリングできなかったり、そのホスト OS 側の OS のバージョンアップですとか、あとミドルウェアのバージョンアップですね、などの、管理対象が増えてしまいます。その Docker コンテナから AWS サービス連携したいよね。例えば、ロードバランサーにつないだり、オートスケーリングさせたり、S3 使いたいといった場合に、いろいろ面倒なことになってきます。そこで出てくるのが、コンテナオーケストレーションというものです。複数のコンテナホストですね、コンテナを動かす元となる器ですね、と、あとコンテナを管理するものを、コンテナオーケストレーションと言います。で、ホストサーバーを束ねてクラスタリングしたり、効率的にコンテナ配置したり、コンテナ障害時にオートヒーリングさせたり、
ログとかモニタリングなんかを行います。そのオーケストレーションの話なんですが、AWS でいうと、このようなサービスがあります。こちらは先ほど2個目のセッションのハマコーの方で出てきたと全く一緒です。コンテナの管理する場所として、コントロールプレーンというこちらですね、あります。ECS と呼ばれるエラスティックコンテナサービスとエラスティック Kubernetes サービスの2つが大きくあります。次に、データプレーンとして、実際コンテナが稼働する場所ですね。ここの上で、コンテナが動くんですけど、それとして、ファーゲートと EC2 っていうのも選べます。はい。コントロールプレーンのざっくりとした比較です。先ほど言った ECS と EKS があるんですけど、ECS の方が無料となっていて、今回ご説明するような形になってます。で、EKS は、利用料金が必要になってきます。で、プラットフォームの更新は、ECS は特にないんですけども、EKS の方は Kubernetes のバージョンアップの追随が必要になってきたり、コンテナ関係の定義方法は、ECS の方はマネジメントコンソールで、設定多めにあります。で、EKS の方が、Kubernetes のマニフェストファイルで設定しますと。定義しますと。で、デプロイの方法は、先ほど、ハマコの、2個目のセッションでですね、デプロイの方式いろいろご説明があったと思うので、詳しくはそちら見ていただきたいんですけども、コードシリーズベースとしていろんなものを使えますと。EKS に関しては kubectl アプライなんかの別なツールも合わせて利用することで行います。で、セキュリティグループですね、通信の許可などは ECS の方はサービスに付与する形で、EKS の方が EC2 に付与する。あと、スケジュールの実行ですね、タスクスケジューラーっていうものがあるんですけど、EKS の方は Kube スケジューラーって別のものを用意する必要がありますと。あと、Docker コンテナが AWS のリソース操作するときに IAM の権限どうするかっていうところなんですが、ECS に関してはタスクというところに IAM ロールを付与します。EKS は IRSA というもので付与する形になります。で、私のお勧めとしては ECS 最初に検討してはいかがでしょうかっていうところですね。Kubernetes ですとか、その周辺技術を学んでいる方はですとか、あとこれから取り組む予定があるっていう場合は EKS 利用すると良いと思います。また、データプレーンでのざっくりとした比較です。ファーゲートと EC2 があって、EC2 の 1.2 倍から 1.3 倍程度のコストがファーゲートかかります。で、システム管理は必要となるんですが、OS ミドルウェアの更新が基本ファーゲートの方が不要になるので、運用がしやすいといったメリットがあると思います。で、スケーリングも簡単ですし、なので、コンテナホストを管理してくれるファーゲートの方をまず最初にご検討していただいて、実現できないことがあれば EC2 検討していただければなと思います。で、先ほど言った料金、もうちょっと詳しく、ご説明すると、ファーゲートについては EC2 のオンデマンドと、1.2 倍から 1.3 倍程度って言ったんですけども、実際その M5 ラージぐらいのサイズで、この金額なんですけど、ファーゲートですとちょっと高いといったようなものとなります。初めて Docker コンテナやり始めたときに、必ず出てくるのが、コンテナ内のデバッグがしたいっていう、ご要望いただくことがあります。ただ、ちょっとファーゲートを使うと、ホストインスタンスに SSH ログインできないので、コンテナの状況を確認するコマンドですね、DockerPS と DockerExec などが、利用できません。なので、その場合は、一時的に EC2 を並行稼働させるような、並行利用するような形で検討していただければと思います。あと、GPU コンピューティングを使いたいっていった場合は、ファーゲートは今のところ GPU サポートないので、利用できないです。必要な場合は ECS、EC2 に変更していただければと思います。はい。ざっくり、AWS のコンテナの関連サービス説明しました。これから、ECS とファーゲートの話に移っていきます。今回、構築にするあたっての、概要の構成図になります。で、シンプルな構成を想定してまして、ロードバランサーの下に Docker コンテナがあって、ステートレスな Web サーバーアプリケーションが、動作するようなところをイメージしています。で、ECS ファーゲートを利用する上で必要な単語を1個ずつ説明していきます。まず、ECR、先ほど、2個目のセッションで、デプロイするときに必ず出てきたエラスティックコンテナレジストリーになります。ECR は、コンテナイメージの保存場所になっていて、イメージに対する脆弱性スキャンの機能もあります。
その次に、ECS のクラスターですね。サービスとタスクの、器、塊ですね。サービスが、タスクの、何個起動するとか、VPC とか ALB の指定なんかを行います。でタスクとタスク定義については、CPU メモリの割り当てですとか、ポートの、設定ですね。あと、Docker コンテナの起動方法なんかを指定する設計書みたいなものです。こちらちょっと2個目のセッションと若干説明がかぶっていますが、全体の構成でいくとこのような形になります。ECR とそのコンテナ定義紐づいていまして、コンテナ定義のところでどこから、イメージ、Docker イメージの場所、取ってくるかっていう場所を指定しています。ここですね。で、ポートマッピングとか、ヘルスチェック、環境変数、ログの設定なんかもここでしていますと。で、タスク定義のところでメモリと CPU 割り当てて、実際タスクが起動しますと。ここからイメージ取ってきて起動します。で、サービスの方は、データプレーンの方を何に使うかですね。EC2 とファーゲートを使うっていうのを指定したり、起動するタスク定義をどのタスク定義で起動するのかですとか、タスク数、デプロイ定義、VPC サブネットなんかを指定します。ここで出てくるのが、セキュリティグループですとか、ロードバランサーの指定ですね。こちらも出てきます。最後に、クラスターということで全体の塊として、まとめるようなものになります。で構築方法なんですけども、クラウドフォーメーションで ECS ファーゲートを構築するってブログを私の方で書いてまして、実際ちょっとブログのタイトルとしては、当時 ECS ファーゲートの組み合わせしかなかったんで、クラウドフォーメーションでファーゲートを構築するって書いてるんですけど、今、組み合わせがいろいろ EKS からでもファーゲート使えるようになったりしたので、今正しく言うと ECS ファーゲートを構築するになります。はい。構築する場所がこのピンク色の枠で囲われたところが私のブログに書いた内容で構築が可能な場所になります。可能なものになってます。なので、事前に VPC ですとか、サブネット、ルートテーブルとか IGW なんかを、作っておく必要があります。あと、セキュリティグループですね。ALB 用のセキュリティグループだったり、ECS 用のセキュリティグループを事前に作っておく必要があります。なんでこういうふうにしたかって言いますと、例えば検証関係のネットワークですとか、本番関係のネットワークがもともとあって、各、なんていうんでしょう、プロジェクトごとに、Docker コンテナの、環境を作りたいって言った場合に、もう VPC とか、用意されている環境に作ることの方が圧倒的に多いと思ってまして、そのような構成にしています。はい。で、ブログの手順の概要を、図でちょっと図示したものになります。簡単な流れを言いますと、自分の PC でまず Docker イメージ作ります。で、次に、ECR を構築します。で、その後、Docker イメージをこの ECR にプッシュ送りますと。で注意点が1個あって、ちょっとブログの、プッシュするところ、Docker コンテナを送る場所は、現在の表示ですと、AWS の CLI のバージョンアップでコマンドが若干違います。ただ、コマンドが表示されるところまでの手順は全く一緒で、その新しいバージョンの内容をもとにやっていただければ、手順としては全部できるようになっています。次に、ここまでできたら、あとはもう、残りの部分を一気に作るようなクラウドフォーメーションになります。スタックの名前は適当で問題ないんですけど、クラウドフォーメーションでクリエイトスタックっていうものをやった後に、入力する項目が出てきますと。プロジェクト名ですね。こちらは今回、家事テストっていうふうにしてるんですけど、この後に出てくるいろいろな、名前の頭にこのプロジェクトネームがつくようになってます。例えば、ロードバランサーの名前なんですけども、今回だと家事テスト ALB みたいな形で、名前がつくような形で出来上がります。ターゲットグループですと、家事テスト TG みたいな感じでできるように、設定しています。クラウドフォーメーション側で埋め込んでます。なので ECS クラスターネームも家事テストクラスターみたいな感じでできるようになっています。で、ここに CPU とメモリのサイズ指定するのと、あとタスクの起動数ですね。こちらは常に1個起動しなさいみたいな形で書いています。
ごめんなさい、ここのモザイクかかってる部分がECR ですね。Docker イメージの取得先のところをここに記入するような形になっています。続きです。その下側に出てくる入力項目としては、先ほど事前に構築しておいてくださいねって言っていた VPC ですとか、ALB のセキュリティグループ、あと、ALB のサブネットですね、あとタスク用のセキュリティグループとサブネット、どこで、Docker コンテナが起動するかっていうところをここでプルダウンで指定する形で、簡単に上げられるようにしています。さらに、スケーリングの設定もあらかじめ私の方で、仕込んでありまして、CPU 使用率が、50% だったらタスクを1個増やすように設定しています。で、25% 以下だったら元のタスク数に戻すような形に、設定しています。で、最大でもタスク2個まで起動するような形にしていて、最低タスク1個、先ほどの希望数のところとイコールでこのミニマムは設定していただいて、最大のタスク数を2にしていただいて、CPU 使用率が高ければもう1個タスクが起動するみたいな形で簡単に試すような仕組みになっています。で、最後の方のスケーリングコンフィグレーションのところは、マネジメントコンソールからポチポチ設定した場合は、別途設定が必要になるので、そこら辺も効率化しているかなというふうに思っています。で、構築が終わりましたら、実際タスクが1個立ち上がっているので、自分の手元の PC からですね、ロードバランサーの DNS 名のところにブラウザでアクセスしますと、Docker イメージは NGX の、サンプルのイメージ使ってますので、Welcome NGX っていうのが表示されれば、うまく構築できたっていう形になります。で次に、実際構築して分かった ECS ファーゲートあるあるっていうところで、構築後に、タスクの起動を繰り返すっていう実証に合いました。実際にどういうものかっていうと、ECS のその画面で、サービスの中にイベントっていう、タブがあって、ここでタスクがどんどん起動していってるんですね。数分おき。これ明らかにうまくいってなくてですね、正常時はこんな形になります。タスク1個起動して、ターゲットグループにうまく紐づいて、ステディステイトっていうところで、こんな感じで正常時3つで終わります。原因なんですけども、まず、ECR、イメージダウンロードする先ですね。そちらの通信経路がうまく通信できてない場合に起きます。こちらです。先ほどの構成図でいくと、Docker のタスク起動時に、NAT ゲートウェイもしくは NAT インスタンスですとか、ECR の、VPC エンドポイントを経由して、ECR からダウンロードするんですけど、そこへの通信がないですね。私がやらかしたのは、ECR のこのエンドポイントにセキュリティグループ作るんですけど、設定するんですけど、ここからのアクセス許可をしてないですとか、あと、検証環境だと NAT インスタンス使って、費用かからないようにしてるんですけど、その NAT インスタンスの起動忘れだったりします。次に、もう1個あるのは、クラウドウォッチログ数のログ転送の通信経路ですね。これも同じです。同じように、NAT インスタンス、もしくは NAT ゲートウェイ、あと、クラウドウォッチの VPC エンドポイントに対して通信できない場合も同じように、ここからログが送れないので、正常に起動しないというような形になります。最後に、ロードバランサーからのヘルスチェックに失敗しているケースですね。こちらは、ロードバランサーから常に、コンテナに対して、ロードバランサーのヘルスチェックの設定に従ってヘルスチェックを行うんですけど、そちらで失敗してた場合に、このような事象になります。で、先ほどのイベントログで、このロードバランサーから失敗した原因なんかも、404エラーなんですとか、そういった形で表示するので、こちらに関しては、分かりやすいようなものになっています。最初にご説明した2つのところが、イベントのところで何も出ないので、ちょっと正直分かりにくいといったことが挙げられます。次に出てくるのが、正常に動くようになりましたと。じゃあ、コンテナから S3 とか、他のサービスが利用したいっていうふうな要望が出てきます。そこで重要となるのが、利用時の権限ですね。IAM のところです。タスク実行用ロールとタスクロールっていう2つ大きくありますが、ファーゲートについては基本、下側のタスクロールだけで、良いです。ただ、上のタスク実行ロールが必要になるケースがありまして、後ほど説明します。実際に、
起動するコンテナから他の AWS サービスと連携する場合には、こちらのタスクロールを利用してもらえれば、S3 からファイル取得したりとかっていうことができます。で、詳細はこちら見ていただければ、ブログに紹介ありますので、見ていただければと思います。次に、データベースとの、接続情報なんかはどうしたらいいんだろうっていうところなんですが、環境変数で指定すると良いです。本番なのか、検証用なのかっていった環境の定義ですとか、データベースの接続情報なんかを環境変数で指定すると良いです。で、その、環境変数の情報は、システムズマネージャーのパラメータストアか、シークレットマネージャーの方で保存する形が良いです。で、そのシークレットマネージャーですとか、先ほどのパラメータストアから取得するときに、後で説明しますって言ってたタスク実行ロールを使います。タスク起動するときに、シークレットマネージャーから環境変数としてタスクに取り込むときに、このタスク実行ロールを使って取得して、タスクを起動し、環境変数として読み込んで起動しますと。なので、タスクそのものが使うわけじゃなくて、実行ロールの方で動くといったものになります。環境変数の情報を読み取って、そのアプリケーションが実際のデータベース接続情報を読み取って、接続するっていったことができるようになります。次に、ファーゲットいろいろ慣れてくると、時間でコンテナ起動してバッチ処理したいよっていった要望が出てきます。こちらは、ファーゲットのタスクスケジューラーっていうものを使うと、バッチ処理、時間で起動してできます。ただ、並列ジョブですとか、配列ジョブを利用する場合は、AWS バッチを利用した方がいい場合もあります。であと、バッチ処理って言っても、いろいろな処理があるので、Docker コンテナ以外にも、SQS とラムダ使ったりですとか、ステップファンクションなんかも、利用した場合が良い場合もあるので、一回ちょっと検討していただいた方が良いかなと思います。ファーゲットのタスクスケジューリングで動くものに関しては、こちらの方、私のブログの方で簡単に構築できるように、案内してますので、ご参照ください。AWS バッチについては、この再入門ブログが一番わかりやすいので、こちらを参照してください。デプロイです。こちらは、2個目のセッションで浜っ子の方が、ですね、詳しく説明があったので、こちらの方を見ていただければなと思います。次にログです。ログは、クラウドウォッチログスに送るこの AWS ログドライバーっていうのが一番簡単に、始められます。なので、基本こちらで良いかと思います。ただ、既存でスプランク使ってるですとか、フルエント D 使ってるっていう方は、下側の2つのいずれかを見ていただければなと思います。で、私の方の構築したクラウドフォーメーションで構築した場合は、AWS ログスのそのログドライバー、これですね、を自動的にもう使うようになってますので、何かするっていうことはないです。で、フルエント D にする場合は、こちらのブログですね。FireLens のブログがありますので、こちらを見てやっていただければなと思います。次に、監視です。クラウドウォッチコンテナインサイトっていうものがあります。で、タスクですとか、コンテナ単位のメトリクスで取得できます。例えば、こちらにある CPU 使用率ですとか、メモリの使用率なんかも見れます。ここで、ECS のそのサービスですとか、ファーゲートのそのクラスター名を、指定したり、プルダウンで選んで指定すると、グラフが出ますと。で、ネットワークの送受信に関しては ECS オン EC2 のみで出るので、ファーゲートの場合はこれ出ないです。負荷をかけてですね、途中からタスク数増やしてるので、必要なタスク数がこう1から2に上がってるみたいな形になります。設定方法なんですけど、先ほどの私のクラウドフォーメーションで作った後に、クラウドフォーメーション等で、構築済みの場合は、AWS CLI のコマンドを打っていただいて有効化できます。でマネジメントコンソールでファーゲートを作ったりした場合は、その構築時にオンにするとできるようになります。詳しくは、こちらのブログになります。応用編です。では、検証環境、先ほど、2個目のセッションでも犯行の方で検証環境を、構築という話もありましたが、それを時間で起動停止したいったものです。こちらは、クラウドウォッチイベントとその ECS のタスク数をこのラムダで変更して定期的にタスク数を増減させるっていうブログを私の方で書いています。こちらお客さんの要望があって私の方でブログ書いて、ご案内した内容になります。なので朝例えば9時に起動して夜21時に、タスク数をゼロにするといった形で動かすことができます。
で、例えばサービスがファーゲートで、いろいろ増えてきた場合に、サービス間で連携しているときに、起きる課題として、こういった形で、クライアントからサービスへの、ファーゲート、ECS ファーゲートに通信した後、中で別なサービス呼び出したりっていった形で、連携してくる場合ですね。こういった場合に、マイクロサービスって言ったりしますが、先ほどカメラさんの方の資料にも出てきましたが、マイクロサービスで増えてくる課題として、ボトルネックとかエラーの特定だったり、どこが、アプリケーションとしてエラーになった場合にインパクトがあるのかっていった場合ですとか、あと、かかってる時間ですね。そういったものが把握しにくくなりますと。そこで、出てくるのが分散トレーシングとして X-Ray というサービスがあります。X-Ray の概要なんですけども、サービスマップという各これ A、B、C って書いてあるのが、それぞれ ECS ファーゲートだと思っていただいて、クライアントからサービス A にアクセスしたら、中でB とか C、あと RDS に連携して動くようなシステムをちょっと想像してください。で、処理流れていくんですけども、それぞれの処理でどれぐらいかかったかっていうのをタイムラインの方で出ます。で、A の方でクライアントに返すまでっていうものなので、一番長く出ますが、中で、B が動いて、B から C と、RDS に投げたりするので、こんな形で時間かかりますって言ったのが、可視化できます。で、ファーゲートで使う場合は、実際の Docker コンテナのアプリケーション側に、X-Ray の SDK を追加してください。で、それとは別に同じタスク上に、サイドカーコンテナっていうのを構築します。この XA サイドカーコンテナを起動します。で、アプリケーションの SDK の方でデータをこのサイドカーコンテナ、X-Ray のサイドカーコンテナの方に送って、一定量溜まったら X-Ray の API に投げるみたいな形になります。で、サービスマップとしては、このような形で出まして、この1個の丸が1個のファーゲートのところになります。で、2個あるので、こちらですね。で、クライアントから投げて、グリーンが成功した呼び出しで、イエローが 4xx エラーで、半分ぐらい失敗しているようなところですが、こういった形で表示が出ます。ただ、この X-Ray なんですけど、サンプリングで取るので、すべてのログを追ってるわけではないです。なので、完全性はないので、ご注意ください。なので、こういった形で、エラーを追っかけてみたい場合は、別途ログに、トレースで入って、1個の処理が全部のサービスに残るような形にして、後でエラー発生時に調査できるようには、アプリケーション側で実装が必要です。あくまでもボトルネックをサンプリングで取得するっていうふうに捉えておいていただければと思います。で、実際のタイムラインの方はこのような形で出まして、ファーゲートのところをクリックした後、ある1個の処理ですね。クリックすると、このような形で1個目の処理でどれぐらいかかって、2個目の、ファーゲートでどれぐらいかかったよっていうのが、こんな感じで簡単に表示が出るようになっています。詳細、試してみたブログを、私の方で書いていますので、こちらご参照ください。合わせて確認しておきたい資料として、ブラックベルトオンラインセミナーの、AWS ファーゲットっていうのがあります。こちらもレイヤーストレージとかのそのタスクのところの中身ですね、の詳しいストレージの話が書いてあったり、ボリュームストレージについて書いてあるので、今回触れなかったところについても詳しく書いてありますので、ぜひ見ていただければなと思っています。先日、6月24日に、JAWSUG コンテナ支部で ECS ファーゲートのローンチ記念と YouTube の動画が出ています。で、今回紹介できなかったコンテナ間の接続方法についての整理された発表ですとか、実際導入された方の発表になってますので、非常にいい内容でした。なので、ぜひ、興味のある方は見ていただければなと思います。YouTube の動画で上がってますので、このリンククリックしていただいて、それぞれの資料ですとか、実際の発表された内容なんかも見れますので、ぜひ見てください。はい、最後、まとめになります。クラウドフォーメーションで簡単に ECS ファーゲートが構築できそうっていうところがちょっとイメージしていただけたかなというふうに思っています。でうまく、起動しないとか動作しない場合は、先ほどの ECR ですとか、クラウドウォッチログス、あとロードバランサーの通信経路を確認して見ていただけたらと思います。また、AWS リソース利用する場合は、タスクロールとタスク実行ロールに注意してアクセスするように設定してください。最後に自己紹介となります。コカ・コーラが大好きです。で普段、AWS 環境の構築、コンサルティングなんかをやっていまして、普段札幌オフィスに勤務しています。でエンジニア育成の、チームのデリバリーチームというところでリーダーもやっています。で経歴としては、ネットワーク機器のメーカーの SE6 年ぐらい、あと、その後、セキュリティ関連企業の商用システムの運用者を、7年ぐらい
ですね。で、2014年にクラスメソッドに入社しています。AWS の資格はこのような形になってまして、弊社の中ではちょっと珍しく、セキュリティ製品の資格も持っています。トレンドマイクロの資格だったり、ソフォスっていうセキュリティ製品の資格なんかも持っています。私からは以上となります。それでは、Q&A に移らせていただければと思います。ファーゲートは ENI の数を気にせずに使えるのでしょうか？ ENI の数というのは、通信帯域を増やしたいという意味だとすると、ちょっと意味合いが違うので、確認してお答えしたいと思います。確か、ENI は1個しか持てなかったと思ってて、複数持ちたいような場合は、ECS、EC2 ですね、EC2 の方使わないとダメだったと記憶してます。で、ちょっと、私も一回確認してみたいと思いますので、後日何かでご回答したいと思います。じゃあ、こちらブログで後日というはい、ことで。そうですね。次の質問は AWS 事業本部の吉江さんがすでに回答をしているんですけど、AWS マネジメントコンソールから ECS サービスを作成する際、サブネットを2つ選択し、タスクの数を2に設定した場合、結果としてタスクは各サブネットに1つずつ作成されるのでしょうかというので、吉江さんが回答をされてるんですけど、この内容で特に補足することとかってあります？ないですね。2にした、タスク数2にした場合はサブネットきれいに分散されて1個ずつ上がるような形になっているので、はい。この回答の通りになると思います。じゃあ次が最後の質問ですかね。一つの ECS サービスに複数タスク、アプリコンテナ、サイドカーコンテナが起動しているとき、クラウドウォッチコンテナインサイツでアプリコンテナだけのリソース、CPU、メモリを取得することは可能でしょうか？確認しますが、確か可能です。先ほどの資料のところの下側にタスクごとに使用している CPU とメモリの、ところの値は出てきてたので、確か出てたと思います。ちょっとこちらも確認して、私のこの発表資料のブログの下の方にご回答としてあげたいと思います。以上で、梶さんの発表を終わりたいと思います。改めて梶さんお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。